こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。作新版思考の生理学、チェイクには、日本の教育界やビジネス界で以前から非常に高い評価を受けている一冊です。著者の外前寺平子は、知的生産や思考技術の分野で先駆的な研究者として知られ、この本は、1986年の直刊以来、時代を超えて読み継がれてきました。本書は、情報が洪水のようにあふれる現代社会において、思考や情報をいかに効率的に整理し、クリエイティブな発想につなげるかというテーマが中心です。読者は、この一冊を通して、自分自身の思考の癖や廃効率さに気づき、それを改善するための具体的なヒントやメソッドを学べます。大学生や社会人にとって自己成長や問題解決力、発想力の向上に役立つ内容が詰め込まれており、ベストセラーとなるのも納得の数です。新版では時代に合わせた内容の見直しも加えられ、より現代的な課題にも対応した形で思考整理の手法を紹介しています。電子書籍の普及や AI の進展など、新しい情報環境においても本書の本質的な教えは揺るがず、日々の学習や仕事にそのまま活かせる知養的な一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、思考のファイリング技術。本書が強調する一つ目の要点は、思考をファイリングし、蓄積する技術です。情報やアイディアはそのまま残しておくと埋もれたり、忘れ取られたりしがちですが、著者はこれらを体系的に整理し、必要な時にすぐに引き出せる状態を作ることが重要だと述べています。例えば、メモを取り、分類し、定期的に見返すことで、自分の中からの知識がしっかりしたストックとなります。このファイリング技術によって、時々バラバラになりがちな情報や知識を育員的にまとめられ、アイデアを育てる土壌として活用できるのです。ビジネスの企画書作成や論文執筆、新しい発想が必要な場面で、この思考の整理書が大きく役立ちます。著者は、地味のノートやカードを活用する方法からデジタル管理への応用まで紹介しており、自分のライフスタイルに合わせたファイリング方法を選ぶヒントも本書には記載されています。次に、寝かせることで生まれる発想力。思考における第2の重要ポイントは、アイディアを寝かせるという発想法です。外前詞は、考えたことや思いついたアイディアをすぐにアウトプットをせず、一定期間寝かせてみることで、より深い洞察や独自の観点が生まれると述べます。人は新しい情報や刺激に対して反射的に答えを出してしまいがちですが、それをあえて一旦地にし地に置き、無意識のうちに自分の中で熟成させることが重要なのです。寝かせたアイディアは時間が経つとともに自然に他の情報と結びついたり、違った角度から見えてきたりします。この手法派は研究や創作活動はもちろん、日々の課題解決や新規事業の企画にも応用できます。現代社会のスピード感の中でも、あえて考えることをいつがない余裕を持つことが革新的な発想を生み出すために必要だと教えてくれます。さらに、知的生産と直感のバランス。第3のテーマは、知得生産における論理的思考と直感のバランスです。著者は、論理的な思考や分析だけでなく、ふとしたひらめきや直感も知的成果を生み出す上で欠かせない要素だと強調します。実際、多くの発明や発見は、膨大な情報と趣向の末に生まれるというよりも、何しねない瞬間のひらめきによって生まれることが多いと言われています。しかし、この直感も日頃からしっかり思考を鍛え、情報を整理し、自分の中にストックを増やしておくことで動きやすくなるのです。本書では、思考の幅を広げるために、一時的にいろいろな情報に触れることや、論理的な検証と直感的な判断の両方をバランスよく使う方法が紹介されています。このバランス感覚によって、より創造的で差味の高い知的生産が可能になります。そして、反復とアウトプットの重要性。本書では、あすなった知識や思考内容を反復し、積極的にアウトプットすることの価値も強調されています。一度得た知識は忘れてしまいやすいものであり、使わなければどんどん薄れていく危険があります。
著者は日々得た情報を反復し、友人や家族とディスカッションしたり、文章にまとめたりすることで、知識がより深く脳に定着すると説いています。このプロセスは思考をさらに整理し、新たな洞察を生みます。また、実際にアウトプットを通して第三者の視点や意見を取り入れられることで、思考の偏りや間落としにも気づきやすくなるのです。社会人のプレゼンや論文執筆、学生のレポート作成など、あらゆる場面で役立つスキルが具体力とともに解説されています。最後に、失敗と停止から学ぶ。最後に挙げたいのは、失敗や停止を成長の量にするという考え方です。思考や知的活動は必ずしも順調に進むとは限らず、何度も彼にぶつかったり、アイディアが出てこない時もあります。聴者はこれをネガティブに捉えるのではなく、創造性に欠かせない必要な時間と位置づけています。失敗を通して新しい発見や改善点が見つかるだけでなく、停止が続くことで無意識化で思考が修正されることもあるのです。このスタンスは挑戦や努力を続ける上で非常に勇気づけられる考え方であり、左折しそうな人にとって心強いメッセージとなっています。失敗や停止に寛容になり、自分のペースで成長を楽しめるヒントが豊富に書かれています。結論として、新版思考の生理学は単なる思考法の本ではなく、自分自身の知的活動と人生全体をより豊かにするための総合的なガイドブックです。学生、社会人、研究者、クリエイターなど、あらゆる人にとって役立つ知見が詰め込まれており、自己成長や課題解決、新しい発想力の獲得に大いに貢献する内容となっています。特に情報価格多の現代社会では、思考の整理がますます重要となっており、この本で紹介される寝かせる、ファイリング、アウトプットなどの具体的な手法は記事件でき、日々のシニストや学習に高い効果を発揮します。さらに、失敗や停止を右向きに受け止めるマインドセットも本書を読むことで身につけることができます。多くの思考本や自己啓発本が市場には存在しますが、新版思考の生理学、長年読み継がれ、多くの実際と信頼を持つ点が他の書籍と一線を放します。また、新版として現代的な環境や課題にも対応しているため、デジタル社会に生きる私たちによりリアルな形で寄り添ってくれるでしょう。現状に悩んだ時、新しいことに挑戦したい時、思考力に磨きをかけたい時、そんなあらゆるシーンで本書が強力なサポートとなってくれるはずです。ご資源いただける場合は、外前自閉骨ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。